Ka na komin kapi.じゃあ今日仕上げてここをマッサレにしたいと思います。一回このビニールシートを空にして、そしたらまたちょっと移動して別のところにウッドチップを作ります。すごいね。結局ブルーシート2枚分全部やったね。うん。本当だね。じゃあちょっと休憩しようか。本当に疲れた。止めるのがもったいなくてさ、ずっとやっちゃうよね。あと苦しい。喘息になった。ソテツはこんな感じ。粉々っていう感じじゃないけど、まあ。本当やね。でもちょうどいいぐらいじゃない。こんなぐらい。緑肥になるね。ファイバーが残ってる。オッケー。はい。
ないって。やりたくないって。疲れたって言ってね。ガス欠？もうない。開けてみて。ガス欠になりました。とりあえず今日は粉砕はもう終わり。まだこんだけある。でももうだいぶなくなったけどね。さっぱりしたって言いたいところだけど、結構まだある。もうでもこれほぼ土になりかけてるような枝ばっかりだもんね。このまま土に混ぜてもいいぐらい細かいかも。そうだね。今度どっか植え付けるときに埋めちゃおうか。もうだいぶあれだね。歯が悪くなっちゃったね。そうだね。これ多分中が両刃になってるから、次やるときは向き変えて、結局20リットルの蛍光管満タン入れて5回ぐらい使えた。そうだね。5日間ぐらいフルで使った。結構持つね。あとやっぱ音がうるさいから耳鳴りがすごいね。なんてずっとしてる。耳栓した方がいいかもね。そうだね。二山できたのか。ここと、苦しい。あーちゃんの草アレルギーが。草なのかカビなのか虫なのか分かんないけど。猫なのか。相当積もったね。過去一だねこれ。で、これの大きい根は芝かすを引き受ける代わりにこの抜根した根は持ってってもらえるっていう話をちょっと職場としたので職場に持ってきます。相当大きいよ。ちょっと土だけ落としてね。で、すっきりしたら来年の春にここを芝生にしたいと。はい。でも相当これ、ぽいし。砂利が敷いてあるからね、もともとね。これを。ユンボが入った時にぐちゃぐちゃになっちゃったけど。取り除けるだけ取り除いてね。取り除けるだけ取り除いて。ここを芝生にします。はい。そしたら、大きいのもやる？大きいの、入り口まで転がすか引きずるかできれば、絶望かな。やってみるか。やってみるだけやってみようか。臭いね。なんか、ここ、なんかの動物に糞されてる。タヌキか猫か。じゃあ。やって一頑張り。はい。やるぞー。はい、今だけの根っこが取れました。これは捨ててもらいます。一旦ちょっと根っこを片付けて、とりあえずこんな感じ。もうだいぶウッドチップにするほどでもない細かい枝ばかりになったので、もうこれごと花壇に入れようと思います。
たらー、すごい。イエイ。ここにあったやつをちょっと見せる？ここは土と混ざった枝と、まあ、ゴミみたいな枝をここに捨てました。はい。ちょっと今年1年目のアカシアの根元を保温する意味でも置いてあるんだよね。で、さらに土のついてない綺麗な枝はここに置きました。実はこれ植栽してる周りだけちゃんとした土を敷いてて、間がこの隙間は雪崩が起きないように芝かすとか剪定枝とかちょっとずつ埋めてたんだよね。もう見てみようか。この辺はウッドチップだったり剪定枝だったり芝かすだったり、やっぱ全部土で埋めるってなるとすごい高額になるので、ちょっとずつ土を買い足しながら植栽をしながら、そうだね、自分たちの処分もしながら、さらに花壇も埋めながら、ゴミも片付くし、花壇も埋まる、そういう感じで SDGs で、これまだちょっと枝むき出しだけど、後で土かぶせたりして、ちょっと寒さに弱そうなのもいるから、冬の間、微生物が分解する熱で温まってもらおうかなっていう作戦です。サボテン一応見てる。なんか気になってる人がいたから。本当だよね。こんな感じ。ここまでだったんだよね、多分ね。そうそうそう。ここが成長した分だから相当早いよね。そうだね。うちがトリッコケレウスのハイブリッドを5本植えたところ。ここが成長したんだね。そうだね。意外とここ日当たり悪くて細くなった感じはするけど。本当だね。あと、これね。そこはちょっと上、与党にかじられて。ここと新しいのが出てきた。これは1年目だね。これは、毛虫がいる。やば。そう、なんかサボテンも食べるんだね。毛虫とかさ、与党虫って。この成長点やられるんだよ。そう。この成長点に与党が入り込んでって、3センチぐらい来るのか。ね、最悪や。水も溜まるからね。確かに。腐りやすくなるし。大きくなってる。わかるかな？これアガベグラス。これ結構大きくなったんじゃない？秋に植えたやつね。しゃがんだら顔の高さ。これレウコフィラムの花がね飛んでたまにトゲについててかわいいよね。これ勝手に刺さってて花が咲いたんかと思った一瞬。新種みたい。レウコフィラムもなんだかんだずっとポツポツ咲き続けてるね。芋虫いた。芋どれ？花に行った？ダメじゃん。つけないで。これ芋虫のいない庭にしたいな。去年は一応これはペルビアヌスか。プチプチ巻いたりして冬越しさせたけど、今年はこのままやってみようかな。どんどん庭が綺麗になって。すごいね、何もなくなった。綺麗。趣味の園芸に早く乗れるように頑張ります。はい。今日はこういう石を取り除いて芝が敷けるようにします。はい。じゃあやっていこうか。地味作業だね。木はもうそのままにする？そう。あんまり大きいのはダメだね。あんまり大きいのあるね。ちょっと出てくるかもしれない。アカシアの下に置いとけばいいか。で、石はさ、このバケツに入れてこう。地味だね。コア抜きとかした時に石があって抜けないと嫌だから、大きいやつだけ。この邪魔な石をどけます。結構大きいです。どっちに移動する？そこ？
おお。こんなとこかな。岩だ。またユンボ借りてくるしかない。でもダメかな。ダメだね。ダメだね。一旦無視してやるか。やるか。どうせ後で4分からさ、ボコボコになるしなって思っちゃって。ああ。石拾いはできるしね。石拾いはできる。軽く、でも結局石拾いもこうやってかき混ぜないと出てこない。うん。やった。こうか。やっぱ気にしない。かき混ぜつつ。一回勾配が取れたので種をまくための筋をつけています。まあ石とか枝とかあるけど、こうやってさ、うん、トライウェーブっていう機械はさ、うん、こうやって筋入れながらさ、種落としてる。へえ。芝の種、ライ栄養士だね。ライグラス。グラス、2種類入ってるこれ。これスラッガーってやつと、うん、アスパイアってやつがうん、7対3で入ってる。余り物をいただきました。これは冬芝だよね。冬芝だね、うん、だからまあ暑い時に枯れちゃうんだけど、今年はベース間に合わなかったから、でもまあもらった種も古くなると良くないし、うん、別に意味はないけど巻きますあ、ちょっと試しにね。試しに。うん、遊びでだね。遊びです。真似しない方がいいと思います本当は先に夏芝を敷くんだよね。夏芝ね。来年はちょっと用意してきます。はい。どういう風に巻いたらいい？なんか全体にパラパラパラって2周ぐらいしようか。普通は11月の半ばだと気温が低くてあまり巻くの良くないんだけど、あ、そうなんだ。うん、今年は暑いせいで9月から10月に巻いたところが結構病気で立ち枯れとかが出ちゃって壊滅的になってるんで、今年は遅い方がいいかなと思いました。水まくか。イエーイ。終わるぞ。あ